あこ、結城千尋チャンネル運営主社長さんです。いわゆる神です。やめとこうこの度は3万人、チャンネル登録者いきましたということでありがとうございました。記念配信ということで、このように実写で撮っております。今日は話したいことがどうしようかな、3つありまして、1つは俺のチャンネルを通して、皆様に届けたいもので、俺の YouTube チャンネルを中心として俺が作りたい理想郷の話が1つ目。2つ目がまあ今はまだできないと思うんですけど、もっともっと頑張って、広げた上でやりたい俺の夢。3つ目は近い将来まめにやっていきたいなって思うことを喋りたいと思います。これも何回もね言ってることあると思うんだけど、1個目、俺がこの活動を始めて作りたいなって思うのが、理想郷があるんですよね。前に大阪に行った時に大阪城公園に行ったのよ。でその大阪城公園がめちゃくちゃ良くて、何がいいかってなんかいろんな世代の人が普通に憩いの場で和やかにしてるし、楽しんでるし、なんか幸せそうな声が聞こえてくるし、これがどういう理想郷なのかっていうと、ありがたいことに、俺の元に集まってきてくれる皆さんってすごく幅広い年齢層の方がいらっしゃる。もちろんこの女性向けっていうジャンルで、ボイスドラマっていう部分で俺はもう没頭してるんですけど10代の方から学生さんで、社会人の20代30代の方、40代の方、50代の方って結構広いんだよね。で俺が一番求める理想郷って、全員の方が楽しむ場所があるのを作りたいっていうのが理想郷。要は学生の方も社会人の方も、主婦の方も、バリバリ働いてるキャリアウーマンの方も、全員が癒される場所があるっていう世界を作りたいこれが俺が、常にね、毎日のように配信しているシチュエーションボイスっていうものが中心として、他にも例えば最近やったりするとイベントを開いたりとか、東京でイベントやったりとか、大阪でイベントやったりとか、はたまた学生さんが一番楽しみやすい TikTok の撮影会してみたりとか、あとはもしくは学生は参加できないけど、ある程度の大人なら参加できそうなイベントライブをやったりとか、そういうのを小さいながらもいろいろ積み重ねてきてまして、こういうのを常にやっておきたいんだよね。なんかその大阪城公園って真ん中に噴水があってさ、そこには幅広い年齢層の方でいろんな方がいるわけよ。けどそこだけじゃなくて、その噴水の周りに施設がいくつかあって、1個目はそのおしゃれなカフェベーカリーなのかな、あれおしゃれなカフェがあってさ、そこで休んでる人もいれば、なんかねアスレチックみたいな子供が遊ぶ公園もあるのよ。公園で遊んでる子供もいる。でその隣を見ると赤ちゃんを連れた主婦しか入れないような、逆にさ赤ちゃん連れた主婦とか、そういう方ってさバイバイ和やかにやってるカフェの中に入りにくいじゃない。けど赤ちゃんを連れた方でしか入れないような施設があるってのまたこれ素晴らしいと思わない？そういう人たちがさ気を使わずに楽しむ場所があるってのも素晴らしいと思うんだよね。で見ると普通に何でもあるコンビニがあったりとか、そういうね俺のその1個の噴水ってのが俺の多分 YouTube の、チャンネルになると思うんですけど、そこを中心に、さらに広げて、例えば、動画は毎日見てます、イベントには行くことできないんですよねっていう方ももちろんいる。これも物理的にもいろんな原因があって、全員が全員全ての場所に行くことはできないと思うんだよ。けど私ならここで遊べる、すごく一番楽しい場所がある、逆に私はこの場所は楽しめないけどここでならすごく楽しめる場所があるとかね、そういう世界を作りたい。なかなか3万人になってきて、やっぱり俺のことを知ってくださる方が増えてきて、俺のことを応援してくださる方もすごく増えてきて、けどやっぱり
耳に入ってくる声としては、私はいけないとか、私は無理ですとか、どうしてもこういう事情でとか、距離的に遠かったりとか、学生なのでとかあると思うんだよ。だし、正直運営者としては気持ちは全ての方が全て同じように楽しんでもらいたいっていう気持ちはあるけど、なかなか難しいなっていうのも分かってきた。そこでやっぱ俺が作りたいのは、もう全部の方が全部もう楽しめる人が楽しめる場所で楽しんで、全力で楽しんでもらいたい。もう他の人を比べず自分が楽しむ場所を見つけてもらいたい。じゃあもうその人が全力で楽しめる場所を作りたい。それはみんな同じ場所じゃないかもしれない。だから全員を同じようにね、やっぱ楽しんでもらうっていうのはすごくもしかしたら難しいことなのかもしれないけど、俺が作らなきゃいけないのは楽しむ場所が誰にでもあるっていうのが俺の理想郷なんだよね。そんなこんなで俺を応援してくれて好きになってくれる人めちゃくちゃ嬉しいし、もちろんそれなりに我慢させたりとか妥協をさせてしまう部分ももちろんある。そこは申し訳ないなって思うけどとか言っちゃったけど僕のその YouTube のシチュエーション、これはもうね、動画はみんな聞いてもらえると思うし、寝る前にもう間違いなく俺をというか結城千尋を感じてほしい。そこがあった上でさらに楽しむ場をこれからもどんどん広げていきたいなっていうところでありますので、俺のこの理想郷っていうのは誰にでも一番居心地やすく楽しめる場所が存在するっていう大きい理想郷をこれからも作っていきたいなって思います。2個目の夢があって、2個目の夢がやっぱ大きなことはやりたいよねっていうのがある。これも昔話したな。俺ね、バスガイドさんやりたいんだよバスガイドさん一番やりたいのがいっぱいあって、その中で2つに絞るとバスガイドとやっぱ圧倒的にかっこいいライブはやりたい。歌も歌ってるし、正直なところダンスもそこそこ多分踊れるし、それなりにパフォーマンスはできる。やってきただからちゃんと考えてね、圧倒的にかっこいいなって思うキラキラしたステージ、大きいステージを作りたいっていうのが一つで、もう一つはバスガイドさん。バスガイドさんはじゃあ何って思うと思うんだけど温泉旅行をやりたい。バスツアーしようよ。これいつになったらできるかな。今3万人じゃない。俺やっぱり10万人はどうしても行きたいのよ。で10万人行けば多分バスツアーできると思うので、みんなでバスを貸し切って、1台とか2台3台分かんないけど、俺がそれぞれのバスにずっと乗って、バス乗りながらさ、俺はもうずっと立ちっぱよ。バスガイドだから。こちらに見えますのはわかんない、ソメイヨシノか染まるあなたにかわからないですけども、桜の木が有名でございましてみたいなこちらに見えますのが富士山かな。多分富士山遠いけどとか言いながらねなんでもない話をバスに乗りながら話をして、ビンゴ大会やったりとかさ、めちゃくちゃ楽しそうじゃない。俺もうね、温泉ツアーとか行っときながらメイン温泉じゃないよ、バスツアーがやりたいんだよねそう、バスガイドさんになりたいっていうのが一つ。あとはさ、せっかくの温泉旅行だし、みんなで宴会場貸し切ってさ、一緒にご飯食べたりとかさ、楽しいお話ししたりとかさ、あとはもう寝る前にみんなで、寝落ちトークをして、みんなのお部屋に入ってそれぞれが寝て、明日次の日になってもおはようございますってみんなの顔が見れるっていう、そういうねバスツアーをやりたい。これも俺多分ね、活動始めた当初から言ってるかもしれないそれがやりたいですね。あとなんだろうな、バスツアーだね。これがその2つ、それが今んとこ大きい夢。ただ今はまだ無理かもしれない。
まあ10万人いったら絶対やりたいなとは思っております。とはいえね、3万人ってすごい数だと思うんだよ。だって俺最初あれだよ、活動始めた時に100人チャンネル登録者数とか言ってた、チャンネル登録者数100人いった時にすごいなって思って、100人ですらすごいなって思って。だってさ、想像するとさ、自分の前に100人の人が並んでるんだよ。100人ってすごい数だからね。だって教壇に立った教室を除いた数よりも3倍広いんだよ。俺それすごいなと思って。でそっから、ありがたいことに1年2年で3年目になって、3万人達成して、待って、ちょっと3万人って、いや分かんないよ、もう想像すらできない。俺の目の前に何人の方がいるのって感じ。もうこれ想像しただけでワクワクするよな。それが10万人とか言ってみ、もう果てしなく向こうの人まで一体人、もう想像できないよね。こういう数字で想像するとやっぱあれだけどさ、3万人ってすごい数の中で、その中でもやっぱ俺の願いとしては、運営者としての結城千尋もそうなんだけど、できればね、リスナーさん一人一人のことをもっと知りたいのよ。知りたいの、俺は。みんなは俺のこと知ってくれて興味を持ってくれた君のことを俺は知りたい動画のコメントであったりとかで、しかも俺 YouTube ライブとか、ツイキャスもやってるけど、あれ何のためにやってるかっていうと、俺ね、リスナーさんとコミュニケーションを取りたくて配信ってやってるんだよね。そうだからこういつもね、YouTube ライブとか来てくださる方は分かると思うんですけど、あくまでも俺が来てくれたコメントとこう会話をするっていうのが、基本的なスタンスなのよ。でやっぱさ、こうやってこう、活動としては、もしもしって言ってるけど個別通話ができるものを始めたりとかさ、割とコミュニケーション取れるようなことを何回か試してきて、やっぱりリスナーさんって3万人だよ。もうさすがに3万人までいくとさ、人として見える方とやっぱり視聴者としてなる方と、やっぱそういうのは出てきちゃうんだよね。でも俺としてはやっぱり一人一人のことをちゃんと見ていきたい。配信上はお名前呼びってのはもう難しくなってきたんだけど、できれば皆さんのお名前をちゃんと呼びながら会話はしたいっていうのは俺の本心のところだから、少しでも、コメントしたりとか勇気すると思うんだけど、おしゃべりしたいなとか、認知っていうのかなっていうのは俺はもうどんどんしていきたいので、ぜひ皆さんのことをこれからも、俺に教えてくださると嬉しいですかな。3つ目はね、近いうちにやりたいこと。これやりたいことばっかりで、やろうと思ったことめちゃくちゃもうやっちゃってるんだけど1個目はやっぱこうネットを通してこういう活動をしてるとさ、日本全国、すごい広いこう範囲の中でやっぱ俺のことを気にかけてくださる方がいるんだよね。だから俺はその人のところに行きたい。いろんなところで、オフ会っていう名のイベントなんだけど、みんなに会えるようなイベントをどんどん開催していきたいし、この前もやったけど TikTok 撮影会って言ってもう完全なるオフ会みたいな雰囲気だったんだけど、そういう気軽に会えるようなねイベントも今後もやれる時にどんどんやっていきたいと思いますかな。だからあれなんだよ、コメントとかさ会話したりして、やっぱりみんなのことをすごくこう、いやもう俺がこういうことを言ったらなんか上から目線とかなんとかなっちゃうかなと思うけど、今正直に言うよ、俺ねリスナーさんのことがめちゃくちゃ可愛いのよ待って、こういう言い方したらなんか語弊がめちゃくちゃ可愛いので、知れば知るほど可愛く見えてきちゃうんだよだから俺は本当に愛したい、皆さんのことを愛したいし、知れば知るほどその気持ちは高まってくるから、どんどん皆さんのことをこれずっと言ってるな、教えてください。
結城千尋もそうだし、俺も、シャッチョさんとして、あるんですけど、どっちも好きになってくれたら嬉しいし、一緒にね、こいつと一緒に毎日を過ごしてもらえたら嬉しいです。というわけで、3万人というものすごく多くの方に、俺の声から知ってもらえて、好きになってもらえて、夜一緒にいさせてもらえて、お休みの前に俺の声を聞いてもらって、俺はすごくめちゃくちゃ皆様に愛されてるなと思います。これからも皆様のおこがましいけど支えになりたりとか、癒しになったりとか、ドキドキ感動とか、時々たまにもう泣かしちゃうけどそういう毎日の生活の中で、日常の中ですごく刺激的な、ちょっぴりファンタジックな、そういう時間をこれからも作ってまいりたいと思います。これはもうこのシチュエーションボイスっていうコンテンツにすごく魅力を感じて、もうそればっかり毎日考えているので、これからもどうぞ期待しててください。本日はありがとうございました。じゃあね、バイバイ。